はい、皆さんおはようございます。昨日は、またラジオとか聞いていただいたりとか、なんだろう動画とか見ていただきありがとうございます。本日は Day14、2週間あっという間に経ちます。はい、皆さんのおかげで、2週間経ちましたけども、今日はですね、実はですね、これから新潟の方に行きます。新潟市、長岡市かな。はい。それはですね、15秒の PR 動画の撮影に行きます。はい。後ほど撮り終わった後に15秒動画を今回どんな風に撮ったかっていうのをね、ちょっとね動画はお見せできないんですけども、僕が考えている撮り方とか、どういう風に撮ったかっていうねお話をしていかれればなと思います。で、今はね、午前9時なるかならないかくらいなんですけども、これから、向かいます、新潟の方に。はい。だいたい3時間あれば着くんで、1時間前ぐらいに現場に着けばいいかなと思います。それではね、行きたいと思います。はい、皆さんお疲れ様です。今ね、ちょうど、撮影終わって、帰ってる途中です。ここはですね、道の駅新井っていうとこですね、新潟とかで有名なところなんですけども、結構ね海鮮とか美味しいお店がいっぱいあるんで、ぜひお近く寄った際はぜひ皆さん立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ということでですね、今日ね冒頭でもちょっとお話ししたんですけど、先ほどね15秒の PR 動画を撮影しに行ってきました。今回のねこの仕事はですね、ちょっとね動画をお見せできないんですけども、どんな風にやったかっていうね話をちょっとしていこうかなと思います。まずね、今回の仕事はですね、代理店さんから依頼を受けて、この場所で15秒の PR 動画を撮ってほしいってことで、新潟県の長岡市に行きました。でですね、事前にねこういうものを撮ってほしいという希望を聞いてて、まずお店着いたら、お客さんに、こういうのを伺ってるんですけども、どういう感じのものがいいですかとか、こういうとこ撮りましょうかとか、本当はねロケハン行っていろいろ確認するんですけども、行って速攻でやるって感じなんで、その都度その都度確認しながら、どういう流れかっていうのをねイメージして、なるべく僕こういうね行って撮って速攻編集みたいなのってのは初めてじゃないんで、結構やってるんで、慣れっちゃ慣れなんですけど、結構自分で言うのもなんですけども、そうやってやると結構早い方なんですよ。なんで早いかっていうと、経験もあるんですけど、事前にこういろんなものを見てるから、こういうのいいなああいうのいいなとか、店舗のリサーチもしたりとかはしてるんですけど、じゃあどういうことをね大切にやっていくかっていうお話をちょっとしていこうかなと思います。まずね大事にすることは、どういう展開で撮っていくか、どういう終わりにするかとか、例えばロゴがあるのかどうかとか、そういうのをねまず確認して、始まりか終わりか、店舗の PR 動画なんで、まずはその店舗どういう店舗かっていうのをね知らせるための、ロゴとか、店舗のそういう看板とか、おしゃれな看板があればいいんですけども、今回美容室だったんで、まず看板を撮りました。看板っていうかそのお店の看板を撮りました。で、今回はですね、店内とか外観内装とかで、あとその施術シーンを撮ってほしいということで、15秒なんで、全部が全部ね取り入れることができないんで、そこはね、時間配分を考えました。まずどこのお店なのかっていうことのお店の店舗名の看板取って、でその後内装ですよね。内装入り口とか、こうやっぱり美容室なんで、なんていうんですかね、その椅子とかそういうのじゃなくて、こういう待合室の電気とかそういう葉っぱとか、植木ですね、植木とかそういうのを見て、よくやるのが、僕はやっぱ電球とかそういう電気系は結構おしゃれな照明が多いから、それで合わせて前ボケできるもの、例えば葉っぱとかそういう観葉植物の葉を前ボケにして、メインにやっぱ照明とかで、あとは
そうですね、椅子とか美容師さんの、椅子とかそういうカットする場所とかの、おしゃれに撮れるかどうか、どういうふうにとか、やっぱり結構美容室ってそういうとこ計算されてるんで、やっぱり外の光が入って結構ねおしゃれになるんですよね。なんである程度撮ったら編集の時になんですか、露出をちょっと上げたり下げたりすればいいぐらいな感じで撮りました。はい。で、今回使ったレンズなんですけども、この単焦点レンズ、ズームレンズについて話してる時と同様、やはりあんまり単焦点で近づきすぎちゃうと、やっぱりそのモデルさんも緊張するし、やってる人も緊張しちゃうと思うんで、ある程度距離を取りたいなと思って35から 150mm のズームレンズを使用しました。やっぱり普段ね撮り慣れない人とかやっぱ、いきなりカメラが近いとちょっとね表情も硬くなっちゃう。だからちょっともうね遠目にズームレンズでズームして構造を整えてあげるっていう方式で僕は今回やりました。お店によっては広い狭いとかありますし、なんとか距離が取れるようにとかで、あとはカット数をめちゃくちゃ取る。例えば、引きで取って、そのままどんどん寄っていったりとか、なんか観葉植物があればとか、物があれば物を前ボケにしたりとか、あとクローズアップとかもすごい、そこはねもうたくさん僕やっぱこういうのでやっぱ考えてるのが、足りないなんていうんですか、足りなくて焦るよりはたくさんの選択肢があって悩む方がいいかなっていうのが心情というか、もうたくさん取っとけばいろいろとね代用できますし、アップにしたらね、そういういろんなねことができるかなと思うので、そういう風にしました。でですね、今回はですね、正直ジンバルワークはしませんでした。なんか店舗の広さも分かんないし、じゃあジンバルワークでうまくなんかできるのかなとか思ったんで、今日1脚持ってって1脚でやりましたね。なんとなく一応ジンバルとか持っていくんですけども、その店舗の広さによってはできるのかできないのかっていうのがあったりとかしたんで、1脚で対応してやりました。結構ね店舗さんがすごくね綺麗ですごく内装も良くて、光の入り具合もすごく良かったんで簡単に終わりました。はい。やっぱねこういうのって美容室ってやっぱおしゃれですよね。感じるのはやっぱりおしゃれなところはやっぱおしゃれだなって。撮るのもめちゃくちゃ楽でしたね。はい。ということでそんな感じで僕の仕事の1日、15秒の PR 動画はどのように撮るかっていうのをねちょっと簡単にお話ししなきゃいけないんで、自分の中で今日やったことをねまとめて頭の中でそのね今帰ってる途中なんですけども、今日ね行く途中にねここで撮ろうっていうのは考えてたんで、やっぱり野外で撮るのもね結構やっぱりいつもね車の中とかだと飽きてきちゃうと思うんで、今回はこんな感じで、野外で撮影してます。撮影してる機材は DJI の、ポケット3です。はい。そんな感じで今日はトーク的な感じで、本当はねお見せしたいんですけどもちょっとねお見せできないので、ぜひね僕のイメージはそんな感じでやってるっていうのをねちょっとラジオ感覚でね聞いていただければなと思います。そんな感じで、Day14 ですね、約2週間経ちましたけども、2週間14日目、終わりにしたいと思います。ぜひねこの30日連続チャレンジですね、今半分終わってるか、明日で半分ですね、やってますんで、ぜひね僕の行く末がねどうなるか知りたい方はぜひねチャンネル登録とグッドボタンと通知をねオンにしてお待ちください。そんな感じで、皆さん最後までご覧いただきありがとうございます。またね明日もね、お会いできることを楽しみにしております。じゃあまた明日もよろしくお願いします。それではまた。